おはようございます。東京ベジライフです。これから朝のヨガの練習をします。今日は一日に食べたものやルーティンをご紹介しながら、皆様から事前にいただいている質問に答える形で自己紹介をしていきたいと思います。朝ごはんはフルーツと、今日はパイナップルですね。と、豆乳のヨーグルトにシナモンとターメリックとブラックペッパー、ブルーベリーが入ったものに、こちらの自家製のグラノラを入れていただきます。前はコーヒーを結構飲んでたんですけど、最近は朝はハーブティーにするようにしてます。動画のコメントとかで日本人なんですかっていう質問がすごい多いんですけど、普通の日本人ですというか、日本で生まれて日本で育った日本人です。両親も日本人です。で、ただ高校生の時からアメリカに留学していて、で高校大学院を出て、で1年間アメリカの方で一回就職をして、で働いて、それで帰ってきてるので、アメリカで9年間暮らしたっていうところはあるんですけど、それ以外は日本人です。でなんでアメリカの方に留学したかっていうと、両親も普通の日本人で日本育ちなので、全然英語とか実は喋れないんですけど、両親の両親ですね、だから私の祖父なんですけど、父の方も母の方も海外にアメリカに留学していたりとか、その当時では結構珍しいですよね。留学していたりとか、あとアフリカの方で駐在でいて、工場の、生産式をしていたりとか、そういう結構国際的な祖父だったんですね、両方とも。でただ私の両親は全然普通の、日本育ちで、ほとんど海外に旅行も行ったことないっていうぐらいだったので、自分の子供たちには、そういう国際的なインターナショナルな人になってほしいっていう思いがあったみたいで、それで高校から、留学っていう形で、単身で行ってでいました。アメリカで大学院を卒業して、で一旦向こうで就職したんですけど、いろいろ思うところがあって日本に帰ってきて、で第二新卒みたいな形で就職して、でずっと金融系というか、財務系のM&A という企業買収の、企業を買ったり売ったりする時のアドバイザリーっていうお仕事をしてました。で内容としてはそうですね、財務系の分析をしたりとか、あと交渉のアドバイスをしたりとか、その企業買う企業売る企業の企業とか事業の価値算定をお手伝いしたりとか、事業計画を作ったりとか、そういう、財務系のアドバイザリーのお仕事をずっとしてました。で5年くらい前に、会社を辞めて、でフリーランスっていう形になって、最初は翻訳、そういう金融系とか財務系に特化した翻訳の仕事をしていて、で少しずつ、財務モデルを作ったりとか、事業計画の細かいところをやったりとか、資料を作ったりとかプレゼン作ったりとか、そういう下の人アナリストがやるようなお仕事を、下請けしてやるっていうことをずっとしてました。去年の年末までフリーランスでやってたんですけど、この東京ベジライフのチャンネルの方が結構、今週2回水曜日と土曜日に
動画を配信してるんですけど、まあやってみると結構大変なんですよ。なんか、撮影して、撮影の前にいろいろ準備もありますし、撮影してで動画を編集してでブログの方を書いてで字幕をつけてとか、結構いろいろ大変忙しくて、なので今年の、1月、初めからはもう本当にこの YouTube の方に専念してやってるので、そのフリーランスの方のお仕事は今、受けていないという状況です。今スタジオに着いたんですけど、これから植物に水をやって、であとミミズにご飯をあげて、で動画の撮影とかをしていきたいと思います。今日のランチは昨日の夜の残り物のメキシカンを食べます。サラダですね。と、あとスープと新玉ねぎのローストがあるので、ご飯と一緒に食べたいと思います。こんな感じのランチになりました。でさっきの仕事とちょっと関係してくるんですけど、旦那さんとの出会いは前の会社です。で、一緒に働いていて、で旦那さんの方が全然年上なので、上司部下までいかないですけど、そんな感じで働いてました。付き合い始めてから少し経って、数ヶ月経って、で旦那さんがインドに転勤になることになって、で私も一緒に行こうかなと思って、でそれがきっかけで、会社を辞めて、でフリーランスっていう形になって、で一緒にインドに行って、私は2年インドにいたんですけど、で旦那さんは3年インドにいて、で別々のタイミングで帰ってきて、それもずっと結婚しないでやってたんですけど、帰ってきてからも、結婚するとかしないとかいろいろやってて、で最終的には2年前ですかね、2年前ぐらいに入籍して、で一応というか正式に、夫婦っていう形になりました。ちょっとまたこれから撮影とかして、あと動画の編集を少しして、で夕方家に帰ってからまたQ&A の続きをしたいと思いますので、ではまた後で。さっき家に帰ってきて、これから冷蔵庫にあるもので夜ご飯を作っていきたいと思います。冷蔵庫の中はこんな感じになってます。油揚げと立派なしいたけを使います。あとはこれはね、ベランダで採れたパクチーです。きゅうり、新生姜、サラダリーフ、ほうれん草、こん大根、
この辺の根菜もちょっと使っていこうと思います。このサラダはレンズ豆と大根、きゅうりをレモン醤油のドレッシングで和えたものです。でこちらはグリーンリーフを洗ったもので、最後に盛り付けていただきます。ごぼうと人参はストーブでローストしていきます。スープは油揚げと冷凍してあった昆布と塩麹が入ってます。ここに戻した乾燥こんにゃくを加えて、これで煮込んでおいて、最後にこのほうれん草を加えてスープにしていきます。新生姜と小松菜は切っておいて、後でさっと塩麹で炒めます。椎茸はオイルをちょっとかけて塩をして魚焼き器で焼いていきます。こんな感じでだいたい帰ってきたらバーって夜ご飯の支度をしちゃって、で旦那さんが帰ってくるのを待ちつつ、リラックスタイムということでワインを飲みながらネットフリックスを見たりとかしてリラックスをしてます。添加物については、さっきディナーをクッキングしてたんですけど、やっぱりなるべく入れたくないですし、加工食品とかも本当に最近すごい少なくなってますね、食べるのは。ただ外食行くと何が入ってるか本当わからないので、多分調味料とかも結構添加物入ってるものとかあると思うので、家で作る時はなるべく調味料とかも自分で作ったものにしたいなと思ってますし、その食材も、前は結構野菜とか何でもいいやっていう感じで買ってたんですけど、最近は結構意識してオーガニックのものを取るようにしてて、っていうのも、やっぱりそんなに普段いろいろお金使わないので、そういう自分の体に、なってくもの、食べ物っていうのは一番お金を使いたいところかなと思っていて、でオーガニックの野菜とかもちろん普通の野菜よりかなり高いですよね。 20% とか 30% とか高いんですけど、でも将来的に例えば病気になっちゃって医療費がかかるとか手術費がかかるとか、そういうことを考えると、今のうちに投資じゃないんですけど、そこにお金をかけるっていうことは別にそんなに悪いことじゃないかなと思ってるので、なるべく食材は自然のもの、オーガニックのものを、ちょっと高くても買うようにしてます。さっきディナー作ってたんですけど、そのディナー作りながらも結構ずっと音楽聴いて、結構踊りながら作ってて、で私の趣味は、サルサダンスっていうラテンダンスなんですけど、もうかれこれそうですね10年ぐらいかなやってて、で、サルサダンスって知らない方もいるかもしれないので、男女でペアになってで踊るラテン系のダンスなんですけど、サルサバーっていうサルサ、バー、そうですね、サルサをする場所、社交の場所みたいなところが結構あって、でそこに行って、で、見知らぬ友達同士とか知り合い同士とかももちろんあるんですけど、大体は知らない人と、その場で踊りませんかみたいな感じで1曲踊ってで終わりみたいな、そういう感じのすごい
そうですね、ソーシャルダンスとかとはまた違う、カジュアルでアットホームなフレンドリーな感じのダンスです。で、そのサルサの影響というか、大体私が聴く音楽はもうラテン系、たまに動画とかでもラテン系の音楽とかを実は使ってるんですけど、でも、ちょっとやっぱり、テーマとなかなか合わないっていうところがあるので、もうちょっとこうサルサのミュージックとかも入れたいと思いつつ、ちょっとあんまりできないんですけど、そうですね、普段私が聴く音楽はもう大体というかほとんどラテン系の音楽です。で、それにちょっと関連して何カ国語を喋れるんですかみたいな質問もいただいてて、英語と日本語とあとスペイン語も、日常会話ぐらいはできます。ただもう結構、何年も使ってないのでちょっと喋れるかどうかあんまり自信がないんですけど、でもたまにそのスペイン語圏の国に行ったりすると、大体買い物に行ったりとか普通に会話したりとか、それぐらいは問題なく過ごせます。で、あと中国語も前ちょっと中国にいたこともあって、でも中国語は本当にもう超片言みたいな感じで、あとインドにいた時にヒンディー語も少し習ったので、ヒンディー語はもうなんていうんですかね、タクシーの運転手さんとかにこっち行ってあっち行ってとか、あと郵便配達の人とか電話かかってくるんですよ。家がわからないとか言って、でその人にこう言ってこう言ってこう言ってみたいな、道案内的な、そうですね、ヒンディー語はトラちょっとだけ話せます。それぐらいかな。でも基本的に結構語学が好きなので、韓国語も全然喋れないですけど、結構韓国人の友達とか多いんで、いろんな片言の韓国語を教えてもらったりとかして、その国に行ったら全然喋れないんですけど、フランス語とかもこうフランスに行ったらちょっとフランス語でオーダーしてみるとか、そういうちょっとトライして現地の人みたいに話してみるみたいな、そういうのは結構好きなので、知らない国に行ったらその国の言葉を本当に一つでも二つでもありがとうだけでもいいですし、学んで使うようにはしてます。ちょっと今椎茸がいい感じに焼けたので止めてきました。あとヨガですね。ヨガとの出会いなんですけど、ブログの方ではちょっと書いてるんですが、何年前ですかね、もう3年近くになるのかな、3年ぐらい前にその当時まだ結婚してなくて、でいろいろ仕事のこととかその結婚のこととか、人生についていろいろどうしようみたいな、そういう時期があって、それで2週間ぐらいお仕事をちょっととりあえず休んでもないんですよね。でもフリーランスなので結構ネットさえあればどこでも仕事ができるっていう状況だったので、そのままとりあえずでもミーティングとかは出れないので2週間日本出ますみたいな感じで2週間オフを取って、それで、スリランカに行きました。でスリランカは、知り合いに紹介してもらったアユルベーダセンターってところに行って、アユルベーダセンターはいろんな人が来るんですね。本当デトックスしたい人、リラックスしたい人、ダイエットしたい人とかいろんな人が来るんですけど、大体みんなアユルベーダの、治療的な、マッサージを受けたり、
アユルヴェーダの食事を3食、ベジタリアンなんですけどとってっていうことを、するセンターに行って、でそこで、毎朝ヨガのクラスがあったんですね。で朝すごい早くて多分5時45分とか6時スタート、すごい早いって言っても今はもうそういう生活してるんで多分普通の人からするとすごい早い、その時の私にとってはすごい早いなと思ったんですけど、で朝早くヨガのクラスがあって、で別に行かなくてもいいんですけど、他にやることもないしとりあえず行っとくかと思ってでヨガのクラスに行き始めて、でヨガ自体は全然初めてとかじゃなかったんですけど、それまでは何ですかね、ちょっとたまにヨガのクラスとかに行ってエクササイズですよね、なんか運動みたいな感じでヨガのクラスに行ったりとかはしてたんですけど、でも全然、真剣にヨガやってるとかじゃなかったんで、そのアユルヴェダセンターでヨガのクラスに行き始めて、で、正直なんか先生は全然良くなくて技術とかもないし全然そんなヨガできたわけじゃないんですけど、私の目から見てもこの人大丈夫なのみたいなぐらいの感じで、だから最初ヨガのクラスに1日とか2日とか行ってもうなんか行くのやめようかなと思ったんですけど、でも本当になんか他にすることなかったんで別に行って行ってなんか悪いことがあるわけじゃないし、とりあえず1週間生き続けてみて、それで本当に行く意味ないなと思ったら行くのをやめればいいかなと思って、とりあえず1週間行ってみようって言って1週間行ったんですけど、そしたらね、なんか本当になんて言ったらいいんですかね、1週間毎日早起きして生き続けたらなんか本当にちょっと体も心もなんか変わってきたんですよね。それでこれはなんか分かんないけどいいかもしれないと思って、で1週間経ってからも別に先生の質とかは全く変わらないんですけど、生き続けようと思って行きました。でそしたらたまたまその先生がチェンジしたんですね。で先生が今までの人よりもさらになんかもう未熟なとかすごい若い先生にチェンジして、で若いのでもう多分あんまり知識とかも経験とかもないし怖いもの知らずみたいなところがあって、それでその先生がみんなでも全然ヨガとかできない人たちばっかりですよ。なんか初心者とかばっかりのクラスに対して先生がいきなりじゃあこれからみんなでヘッドスタンドしましょうみたいな感じになって、でヘッドスタンドってご存知の方はいるかもしれないんですけど、頭で逆立ちみたいなするものなんですけど、でヘッドスタンドっていうのは存在はしてたんですけど自分でするのなんて絶対無理と思ってましたし、だから先生がヘッドスタンドしましょうって言った時に本当にマジでみたいな感じだったんですけど、でもそれが不思議となんかその、1週間以上毎日ヨガを続けてて、でヘッドスタンド前だったらもう絶対無理だし、なんか考えられないっていう感じだったんですけど、なんかやってみようかなって気に不思議となったんですよね。なんかできるかもなみたいな。でもちろん本当初めてなのでできないんですけど、でも先生がアシストをしてくれて、それで最初なんで転ぶんですよね。前にドーンってなんか転んじゃったりとかして、でも転んでみたら意外となんかそんな
こんなもんかみたいな、そんなに怖いものじゃないし、なんか首の骨が折れるとかなんかそんなことじゃないしっていう、その恐怖心をある程度こうなんていうんですか、克服した瞬間だったんですよね。でそれがもう本当それがすごい最初のなんていうんですかね、ヨガのなんか深さに出会った瞬間っていうか、本当にフィジカルな、運動だけじゃなくてメンタルなその恐怖心だったりとか、自分がこうできないなって思ってることとか、そういうのを、日々のこう練習の積み重ねだったりとか、フィジカルだけじゃなくて本当メンタルトレーニングなんですよね。だからそういうのの積み重ねでいろいろこう克服できるものなんだみたいな、それからもうヨガはずっとほぼ毎日練習してますね。で、今はというか、去年の3月からなのでもう1年以上経つんですね。1年以上前からは、アシュタンガヨガっていうヨガをやってるんですけど、その前はヨガを始め、そのスリランカから帰ってきて、で、真剣にやるようになってからはアイアンガーヨガっていうヨガを最初やってて、でアイアンガーヨガは、アシュタンガヨガとルーツは実は同じなんですけど、でも違う、アイアンガー先生っていうもう亡くなっちゃいましたけど先生が、確立したメソッドでアシュタンガと違うところはすごいアライメント、体の左右のバランスとか、形がすごい重要なんですね。だから各ポーズの形、やり方とかすごい細かく決まってますし、あとそのみんながその形にパッと入れるわけじゃないので、いろんなプロップ、壁とか鏡とか、ブロックとかボルスター、クッションみたいなのとか、そういうのいろいろ使って、あと、紐、ベルトとか使って、でなんとかその形に入る、きちんとした形にするっていうヨガなんですね。で最初のヨガとしてはすごい良かったんですよね。多分その一つ一つのポーズをすっごい深く研究するみたいなところがあるんで、すごい良かったんですけど、だんだんそういうプロップとかがなんかプロップなしでもできるのに、なんかプロップ使わなきゃいけないとか、なんかちょっとこうリハビリっぽいなこのヨガって思い始めて、でそんな時にアシュタンガのことは知ってたんですけど、でもなんか、ちょっとトライしてみようかなと思ってトライしたら、すごいアシュタンガとはあったんですね。もっとこうアシュタンガもちゃんと一つ一つのポーズはホールドするんですけど、でももっと流れがあるし、フローなんですよね。なんか呼吸とともに動くっていう感じなので、私にはすごいそれが合っていて、なので今はアシュタンガヨガをずっとしてます。アシュタンガヨガのシャラっていう道場というかね、先生がいるところがあるので、そこに朝行って練習するんですけど、ちょっと引っ越してからはちょっと遠くなってしまったので、実はまだ行けてなくって、家で一人で練習してるんですけど、ちょっとそろそろ行かないと先生から何してんだっていう、ちょっとメッセージが来ちゃうかなと思ってるので、そろそろ行こうとは思ってます。はい。やっぱりそのいっぱいコメントいただく中ですごく多いのが、最初に私はビーガンではないですがっていうのから始まって、なんとかなんとかなんとかっていうコメントがすごく多くて、でもなんかそんな、なんていうんですかね、ビーガンじゃないみたいな、そんなになんか分けて考える必要全然ないかなって私は思ってるので、
なんかいろんな方にやっぱり、ビーガン、実はなんかビーガンっていう言葉も私あんまり好きじゃなくて、っていうのは、ビーガンって単純にその、食生活に関してはこれとこれとこれは食べません、これとこれは食べますって、それだけじゃないですか。でなんかビーガンになる理由って本当に人それぞれで、本当にいろんな理由があるので、私ビーガンですっていうのは、すごいコンビニエントというか、そうビーガンなんですねっていう感じですぐ分かってもらえるんで、簡単とか便利ではあるんですけど、その言葉自体は。でもビーガンだから何なのみたいな、その人となりとか、その人がどういう人なのかとか、そのビーガンっていうことで全く何も伝わってこないと私は思ってるので、だからそのビーガンとか関係なく意識的にマインドフルに、毎日を過ごす。でお肉を食べる食べないとかも、なんていうんですか、私も前すっごいもうほんと超お肉大好きで、家族もお肉大好きで一時期もう毎週仕事が忙しくてもうエネルギーつけなきゃみたいな時はもう毎週家族と焼肉行って食べたりとか、それぐらいお肉ばっかり食べてたんですけど、そのお肉っていうものがどういうふうに自分の目の前に食べ物としてサーブされてて、でそれを私が食べてるかっていうのを全く本当に意識したことがなくて、考えたこともなくて、で食べ物だけじゃないんですよね。だから革製品とかもほんとすっごいいっぱい持ってて、でもどうやって革になってるとか何にも考えずに買ってましたし、でもうなんていうんですかね、ビーガンになってから自分が今までどれだけ何にも意識せずに生きてきたか、本当何にも考えずにとりあえず食べて、とりあえず使って、とりあえず買ってっていう生活をしてきたかっていうことをすごい考えさせられて、でなので、ビーガンになってからすごい環境のこととかも考えるようになりましたし、自分が本当に普通にちょっとコンビニに行ってでお腹空いたなって言ってお菓子買って、でなんか袋に入ってますよね、袋に入ってそれ食べて、で袋に入ってるんですけどレジ袋に入れてくれるんで、だから食べてバーって捨ててみたいな、そういうことを本当ほぼ毎日のようにしてて、ちょっとコーヒーショップに行ってなんかまたコーヒー買ってでガーって飲んで捨ててみたいな、そういうことをしてたんですけど、だからなんか全部自分がそういうことをしてるっていうのを意識して把握した上でしてるんだったら全然いいと思うんですけど、私の場合本当に何にも本当に考えずに生きてたんで、それを気づいた時にもうそういう生き方はもうやめようと思ったんですよ。なんか本当にちゃんと人生ってすごい短いじゃないですか。でいつ死んじゃうかわからないし、なんか自分がどういうふうに生きてるか、どういうふうに、何を食べて何を使ってどういう影響を他の人だったり、環境広いこの地球っていう星に、与えてるか、自分が生きてるっていうことでどういう影響を与えるかとか、そういうことを何も考えずに生きていくのはもう嫌だと思ったんですよ。なので、それを意識的にマインドフルに生きていくっていうことを
実践したいと思ってるので、なんだろう、ライフスタイルチェンジじゃないんですけど、もうちょっとマインドフルに生きたいなって潜在的に思ってる人も結構いるんじゃないかなって思ったりとかして、なので、この動画は、もちろんそのビーガンとかクッキングとかそういう、入りやすいこう割と軽いテーマのものとかもいっぱいあるんですけど、でもなんかちょっと日々の気づき、意識の生まれとか、きっかけに、私の動画がなってくれたらすごい嬉しいなと思って、でそれをモチベーションにして今は動画を作ってるっていう感じです。もうすぐしたら旦那さん帰ってくると思うんですけど、そしたらディナーの様子もお見せしたいと思います。You know, using all my force and then it opened. I was like, oh, yeah. Yeah. But it was really hard. It was like really, really hard. Is it? ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。 See you next time. See you next time. Ciao.